こんにちは、アカデミアの富代です。今回はサロンポピュラーベーシック52になります。今日は今メンズに大人気の刈り上げセンターパートをカットします。内側をバリカン仕様で刈り上げすることで簡単ですし、これができるだけでメンズ客に大モテします。なぜかメンズに大人気のヘアスタイルです。ポイントはグロテスクにならないようにするにはいくつかのポイントがあります。そのポイントについても解説します。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。ではメンズセンターパートをカットしたいと思います。前髪少し短めですが、これを活かしてカットしたいと思います。まずセンターで分けて、ここの部分を斜めにシェイプして、こめかみあたりからバックセンターに向かって分け取ります。こちら反対側も同じように分けております。あまりバックポイントが高くならないような位置でブロッキングします。このようにバックセンターが少し下の位置になるように取ります。内側バリカンで刈り上げますが、初めに粗切りをしておきます。フロントサイド上の部分は指1本ぐらいの長さにガイドを作ります。バックセンターまでガイドを作ります。コームの刃先をガイドに向けて粗切りをしていきます。このようにすることでガイド面に向かって食い込むことなく刈り上げすることができますので、節の刃先をガイドに向けてカットしましょう。バックセンターもこのようにカットすることで奥行きを出すことができます。こちら側も同じようにガイドを作り粗切りします。次にバリカンを使ってカットしていきます。お客様にも何ミリの長さの刈り上げが好みかお聞きして刈り上げます。今回はウィッグの状態が良くないので少し長めの9ミリでカットします。だいたいカットできましたら3ミリに変えてぼかしていきます。フロントサイドや耳周りのヘムラインをきれいにぼかします。
アウトラインをきれいにぼかし、立体的にバリカンカットができました。細かいところは次に上のガイドに向かってハサミを使いきれいにつなげます。できましたら上のガイド部分はそぎばさみを使ってそぎを入れていきます。ここがポイントになります。そぎを入れることでマジックテープの役目になり、上の紙が割れて刈り上げが見えてグロテスクにならないようになります。特にフロントサイドはガイドにそぎを入れることでマジックテープのようになり、上の紙が大きく割れることが少なくできます。次にトップをカットします。きれいに溶かしてこのトップ部分に櫛を置くと頂点がわかります。この頂点から耳の付け根の後ろ部分に分け取ります。フロントサイド2等分に分け取り、次に耳の上に少しかぶさる長さに前下がりにカットします。前下がりにカットするのもメンズセンターパートのポイントになります。このぐらいの感じにカットします。パネルを少し浮かせて切ることで毛先に段差ができて顔に馴染みます。上の紙も下をガイドにパネルを45度ぐらいに引き上げグラデーションをつけてカットします。反対側も同じようにカットします。耳の付け根の後ろ側に分け取って同じように少し前下がりにカットします。バッグの長さを左右対称かどうか確認します。フロントサイドの上のパネルも下のガイドに合わせてカットします。バックセクションはセンターで分けて、まずはここで2等分に V ラインスライスでブロッキングを取ります。フロントサイドをガイドにパネルの引き上げ角度も合わせて引き上げ、ブロッキングラインに直角に引き、バッグ中心部へとカットしていきます。次はブロッキングラインに沿ってパネルを引き、頭の丸さに沿ってシェイプしてカットしていきます。次、トップの紙も下のガイドに合わせてカットします。バッグ中心部に行くに従ってフロントサイド方向にパネルを引くのではなく、頭の丸みに沿ってパネルを引き出し、段差が多くつかないようにカットしていきます。こちら側も同じようにカットしていきます。今回はバッグ中心部にガイドがありますので、そこにつないでいくようにカットしていきます。バッグ中心部は横スライスで取って角を落としながらチョップカットしていきます。綺麗な U 字型になるようにチェックカットをします。次に前髪のカットに入りますが、すでに短いので活かしてカットしていきます。
前の方に引いて毛先を揃えるぐらいにカットします。フロントサイドも前の方に引いてカットします。こんな感じになります。センターが少し短くなることでこのように流れやすくなります。次にトップの髪ですが、すでに短いのですが、切り方としてはバックセクションを縦スライスに取り、トップの頭、ここの面に垂直に引きカットします。次にバックセンターで分け、横スライスに取り同じようにカットしていきます。反対側も同じようにカットします。バックがカットできましたら、前頭部と後頭部を分けて前の方にシェイプして、トップ真ん中にモヒカンガイドを取ります。バックをガイドに床に平行ぐらいにカットします。ほとんどカットするところはありませんが、このようにカットします。次にセンターで分けて、トップをガイドにパネルを引き上げカットします。同じようにフロントに向かってカットを進めます。こうすることでトップに段差ができました。もちろん反対側も同じようにカットします。次にバックセクション、縦スライスに取り、パネルを床に平行に引き、角を取っていきます。ここの角をカットしていきます。ここもすでにあまりカットするところはありませんが、このようにカットしていきます。次にトップのパネルを横スライスに取り、毛束の中間にチョップカットしていきます。次のパネルも中間にチョップカットしていきます。これで髪の立ち上がりが出て立体的になり、アレンジしやすくなります。バックもこのようにチョップカットしていきます。はい、これでウェットカットの終了になります。では乾かします。乾きましたのでチェックカットを行います。少し重たいところをドライカットしていきたいと思います。横から見るとこの辺が重いので、バックセンター横スライスに取り、毛先にチョップカットをしていきます。バックサイドも毛先にチョップカットしていきます。フロントサイドも毛先にチョップカットを入れていきます。
反対サイドも同じようにチョップカットを入れていきます。トップ部分も必要でしたら毛先にチョップカットしていきます。はい、ドライカットの終了になります。サロンでは細かい髪を流して仕上げに入りますが、ここではスケルトンブラシで細かい髪を払い落として仕上げたいと思います。できましたので、軽く整髪料をつけて立体感と毛流れを見ながら仕上げます。はい、出来上がりです。はい、仕上がりです。はい、今回サロン人気のメンズヘアを簡単にカットする方法としてカットしました。ポイントは内側刈り上げ部分のブロッキングラインの取り方です。今回はこめかみからバック中心部、頭の出ているところの下あたりにブロッキングラインを取りました。内側刈り上げ部分の深さが重要になります。そして刈り上げ内側にガイドを作ってそぎを入れておくことで、マジックテープのような働きによって動くたびに分かれて刈り上げが目立ち、グロテスクにならないようにすることです。刈り上げの長さもお客様のライフスタイルに合わせて変えてやることです。次のポイント、フロントサイドの長さです。長さは耳のトップが少しかぶさる長さにして前下がりにカットすることがもう一つのポイントになります。あとはフロントサイドの長さによってバック中心部のポイントをどのぐらい上げるのかのバランスの取り方です。この辺をよく観察してできるようになると多くのメンズ客の指名につながると思います。センターパートメンズミディアムショートカットサロンポピュラーベーシック22動画では内側を刈り上げないセンターパートのカット方法も紹介しています。リンクを貼っておきますのでよかったらご覧ください。それでは皆さん、このチャンネルが良いと思ったらいいねボタンと今すぐポチッとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますのでよかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。